はいどうも、いつきんです。本日は限定英雄2人目、花園のリリカ、こちらをですね、解説していきたいんですが、もうすでにですね、いろいろと評判がね、ついて回っているこの英雄ですけれども、なかなかですね、問題点が多くあり、この英雄も近いうちにバランス調整が入るのではないかというふうに言われています。個人的にも、限定英雄としてはかなり抑えめな性能で、制約英雄だったらこれぐらいでも普通かなと思うんですけど、やっぱり限定英雄、今年の夏のイベントでね、実装された0帝とかと比べると、かなりパワーがないかなと思うので、まあ、バランス調整されてもおかしくないかなという気はしてます。感覚としては、前回実装されたビブリスと似たような感じで、使えるには使えるんだけど、わざわざ使うかと言われたら、他の英雄の方が強いかなっていう感じが、持ってます。で、何が問題なのかと言いますとですね、まずはスキル3、防御力を貫通するスキルですが、この自身のスピードと対象のスピードの差分ですね。こちらがですね、相手との差が170以上ある場合に貫通力が 100% になるというところで、この差がですね、170って相当なスピード差なので、まあ、例えばデバフがついてない場合ですね、うちのリディカは260にしてるんですけど、もうほぼ100ぐらいのスピードの英雄にしか貫通ができないというところで、結構差が大きすぎるっていうのがあります。で、リディカのスピードがだいたい、まあ250だとしても、パッシブのスピードアップですね、最大 70% までアップするっていうバフがありますけれども、こちらが、デバフが最大でつくと175プラスされます。250だとして。で、パッシブが最大で発動すれば250以下の相手には 100% 防御力が貫通できるように、設計されてるのかなと思うんですが、この第2の問題点、このパッシブの効果ですね。つまりは、デバフをいっぱいつければ、250相手でも防御力 100% 貫通できますよっていう売りなんですけど、そのデバフをつけるっていうのが非常に難しい。で、こちらのですね、弱体効果の数が多いほどっていうところは、1つにつきスピードが 7% アップということで、最大10個デバフをつければ、スピードが 70% アップするというところなんですが、基本的に1人の英雄で付与できるデバフというのは、1人の英雄に対して2個なので、最大で8個になるので、1人では10個デバフを付与することができません。なので、2人とか、あとリリカのこの強化負荷を使って、デバフを10個にする必要があるんですけど、最近の環境って抵抗を持っている英雄が2人ぐらいはいるんですよね。1人か2人はいるので、それも考えると、まず8個も入らないので、せいぜい4個。抵抗もね、15% でされるので、根力使っての抵抗無視じゃないと、だいたい平均して4個ぐらいデバフっていうのはつくかなと。いうところで4個付与できたらスピードがプラス 28% で計算すると、防御力を 100% 貫通できる英雄のスピードっていうのはだいたい150ぐらいになります。で、現環境で150以下のラインの英雄って光ランディか覇者剣ぐらいかなっていうところで、あんまりその2人に対してこのリリカを出すぐらいなら闇ベローナとかで行った方が火力は出るだろうということで、基本的に貫通したい英雄って言ったらカリーナ、光チェルミア、あとは木のルルカ。この辺が貫通できたら RTA でも闘技場でもかなり強い英雄だと思うんですけど、この辺の英雄ってスピードが結構あったりするので、だいたい200ぐらい、チェルミアに関してはスピードアップもあるんで、もうちょっと速くなる可能性もあるんですけど、200から230とか、を考えないといけないので、それであればデバフを10個つけないと貫通できないということなので、ちょっと狙える英雄が少ないかなっていう気がします。はい。そして問題点3個目、まだありますね。この強化負荷、これね、強いんですよ。強化負荷2ターン、めちゃくちゃ強いんですけど、この英雄を使う上で、例えば、ペイラとか、あと、受けで行くんだったら闇のイセリアとかがね、弱体効果をいっぱい付与できて、闇のイセリアなんかは根力を使えば抵抗無視で付与できるので、めちゃくちゃ向いてるんですけど、強化負荷がね、被っちゃうんですよね、デバフが。これね、被ると複数つかないので、一つとしてカウントされちゃうので、このね、デバフ被りっていうのもちょっと問題あるかなと
昨日使ってて思いました。なので、せっかくのこの目玉のね、パッシブスキル、いい感じのスキルではあるんですけど、なかなか活かせきれてないかなというふうに思うので、例えばこのパッシブをですね、強化負荷も欲しいんで、一ターンにして、相手にスピードダウンも付与とかだったら、このリリカの性能も活かせるし、デバフも被らないしで強いかなという気がするので、スピード系の英雄なのに、スピードダウンも持ってないし、スピードアップも持ってないというのが結構問題かなと思います。0艇ですらスキル1にスピードアップ持っているので、この持ち前のスピードと、このスピードアップを合わせて回転率をめちゃくちゃ上げるっていうね、相手を追い抜かして、この深淵の呼び声を発動できるっていう結構目玉スキルなんですけど、それがこのリディカにはできないと。スピードで上がる英雄なのに、スピードダウンもスピードアップもない。で、代わりにデバフをつけないとスピードが上げられないっていう、それだったらもう普通にスピードアップバフくれた方が嬉しいまである英雄なので、なんかね、ちょっともう一声欲しいかなっていう気がします。はい。ということで、この花園のリリカの評価としては、アグロとかクリーブの編成で使うってなったら、他の英雄の方がもちろん強いと思います。使い分けっていうのもありますけど、使い分けるにしても、リリカをわざわざ選ぶ必要はなさそうなので、そうなるとコントロール向け、受け型の編成ですね。いわゆるコントロール向けの英雄として使っていくことになるんですけど、コントロールにしても他の英雄が今かなり強いので、貴族性で言ったら多分リリアスも、スピードの速い英雄ですけど、持続的にこう回復してね、戦えるんで、コントロールにも向いている英雄なので、比べるとちょっとリリカよりは絶対リリアスの方がスキル3も速いし、スキル1もめちゃくちゃ強いしで、コントロール向けであるかなと思うんで、コントロールの編成でもリリカを選ぶかって言われると、ちょっと微妙ですね。で、その中で、もちろんね、文句ばっかり言っててもしょうがないので、使ってきたんですが、コントロール向きの英雄、最近実装された、フミルですね。この子ね、めっちゃ強いんですけど、なかなか相性いい英雄がまだまだ少ないというか、今は結構月影環境っていうところもあって、属性の英雄っていうのが、なかなかね、出番少なかったりするんで、あんまり使えてないんですけど、フミルね、めちゃくちゃ強いんですよね。睡眠にターン付与できるので、相手をね、がっつり行動停止にできるので、なかなか強い英雄なんですけど、これと組み合わせることでかなりコントロールできるので、割とフミルとの相性はいいかなと個人的には思いました。で、貴族性それだったらリリアスでいいんじゃないかというね、声もね、さっきリリアス進めちゃったんであるかもしれないんですけど、一応使い分けができるのが、リリアスは高防御力の相手には弱い。HP が高い英雄に対しては、貫通率がかなり高くてダメージも与えれるんですけど、防御力が高いナイトとかが最近増えてきていて、例えば光アーミンとか、HP が2万ぐらいで防御力が2000とか、結構ね、HP を減らすナイトっていうのが増えてきてるので、そういうのに対してはこのリリカの方がダメージが出やすいということで、ピックしていく上で、このどっちかをね、アタッカーに添えるっていうのがなかなかいいんじゃないかなと思います。RTA はね、選択式なので、十分狙えるところでもあるかなということで、結構、貴族性のアタッカーとしてはいい感じかなと思います。で、ちょっと RTA と闘技場ごっちゃになっちゃうんですけど、RTA ではかなり、使い道が、なくはないっていうところなんですけど、闘技場だと、フミルと組み合わせるってなると、なかなか受けるのが難しいっていうのがあって、最速軸になってしまうんですけど、闘技場でもフミルと組み合わせることで、相手をコントロールすることができたので、そちらもね、見ながら、解説をしていきたいと思います。はい、まずは1回目、今回はですね、非属性なしのパターンですね。なので、どっちかというと RTA 向きの、編成で、フミルを使ってみます。まずはルアー。この時点でデバフが結構入りますね。今回ちょっと抵抗されてるのであれなんですけど、3つついてて、さらに根力で、付与すると。ダグエルをフミル用意できるっていうのも魅力の一つですね。さあ、これで6個ついてるので、貫通はおそらくできるだろうというところですね。ちょっと、シューは怪しいかな。スピードが速いんで。なんで今回は一番遅そうな
ランディを狙って100%貫通ですね、おそらく。であとは今回闇イセリア入れてますので、闘志がたまらないうちにユピネを倒していくと。これでね蘇生もできないので、場合によってはルルカを狙ってもいいんですが、今回倒せそうだったんでそのままユピネを倒していきます。で反撃で回復されるのを防ぐためにスタンで防御力弾を入れてとどめを刺すと。でここでフミルが発動しますね。フミルは効果命中めちゃくちゃ盛れる英雄なので、最近のルルカだったら睡眠も入れれる可能性全然あります。はい、こんな感じですね。最近ねルルカ命中をかなり持っている人が多くて、その代わりに抵抗がめちゃくちゃ低くなってたりするので、200ぐらいだったら全然フミルで睡眠ね入れれるので、なかなかねいいですね。ちなみにこのフミルは後で紹介しますが凸してないので、もうちょっとね命中上げることができます。強化負荷ねこの週にはいいですね。強化負荷つけてビリビリ阻止できると。はい、2戦目は今回は非属性入り、闘技場向けの編成ですね。今回ジオ入れてますけど、ジオじゃなくても全然大丈夫です。今回はジオ入れてるので、なんか厄介そうなやつがいれば下げて、でナユルですね。これは流行りの最近流行りのナユルで根力でしっかりとデバフを付与して、ただねちょっとデバフが少ないんですよねナユルは。これで、7個ついてますね。で封印で8個目をつけると。これでほぼほぼ貫通はできるだろうと。シュウは相変わらず貫通できなさそうなんですけど、遅い英雄を狙おうかなということで、またランディを狙っていきます。ただこれね注意が必要で、これアウリウスにめちゃくちゃ弱いんですよねリリカ。はいこのように肩代わりでワンパンができないと。ただフミルはね固定ダメージ持ってますので、倒しきれると。で睡眠も付与。フミルであれば打ち漏らしてもまだワンチャンスあるっていうのもいいところかなと思います。で2ターンなんでね、防御力ダウンも睡眠も2ターンなので、結構ねリリカの、問題点って言ったら言い過ぎな気はするんですけど、デバフが1ターンだと、回転があんまりリリカ速くないので、2ターンあってくれた方がまだもう一発スキル3打てる可能性が出てくるんで、結構ねデバフのターン数も重要な英雄です。まだ打てないんでね、これ次のターンぐらいで打てたら結構強いんですけど、もう一ターン短縮したらでもそれはそれで強すぎるっていうのもあるんで、結構調整難しそうな感じはしますね。はい、続いてはナユルとかルアってバンされることが多いので RTA で使えないかもって考えると、ウィンターとかもいいですね。早いんでウィンターとか、あとはリフとかですかね。あの辺が非属性で速くて、でデバフも持ってる。ただリフはね強化負荷なんでかぶっちゃうんですよね。この辺がちょっとリリカのパッシブと相性悪いところですね。さあ結構付与できましたね。6個付与できたんで、ランディかユピネなら貫通はできるだろうというところで、まずはスタンしないランディから、はいワンパンですね。ランディナイトいなければこんな感じで問題なくいけると思います。そしてフミル、これもイセリア入れてるので溜まる前に急いで倒しに行きますと。で再びデバフをいっぱい付与すると。であとは起こさないようにイセリアスキル使わなくていいので、これ蘇生をさせない要因なんでね、スキルは最後まで温存して1体ずつ倒していくと。いやフミルのね睡眠2ターンめっちゃ強いですね。これ組み合わせめちゃくちゃいいです。ターンがかかるリリカと相性抜群。
はい、こうなったらもうあとはね、時間稼いで、倒していくって感じですね。今度の戦長はどうでしょうかね。あらあら、余命わずか。あなたとはレベルが違うの。そろそろ終わりにしないとね。警告したはずだよ。抵抗しても無駄だってね。この渇き逃げても無駄。呼吸音が聞こえるもの。はい、という感じで、リリカフミル見ていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。なかなかですね、フミルとの相性はいいので、評価は僕はですね、まあまあ普通ぐらい。まあ前回の動画でも言ったんですけど、中の中とかぐらいかなっていう感じで、まあ、ちょっとね、バトル今回3戦だけで少ないんですけど、RTA で今ちょっとランクまでね、使えないので、実際にちょっと使うのはもう少し後になるんですけど、おそらくですね、バフが来るんじゃないかなと。これ間違ってたらすいません。来なかったらすいませんなんですけど、まあまあ来るかなっていう気がするので、ただですね、運営もランクマッチで使われないので、データを取れなさそうで、このまま来ない可能性も十分考えられるんですけど、まあ、修正必要っていう声は大量に上がってるので、その辺を汲み取って修正してくるかなっていう気もしてます。なので、ちょっと今回バトル少なめで、どうせ修正来るだろう読みで、次回ね、修正されたらまた使っていこうかなと思います。まあ、僕は闘技場だったらしばらく面白いんで使おうかな。まあ見た目がね、パーフェクトなんで、性能をもう少し上げてくれたら使いやすいんですけど、難しいですね。で、ステータスについては、今回この、ステータスで使いましたが、スピードはですね、もうちょっと低い方がいろんなデバフキャラと組み合わせれるので、いいかなと思います。ちょっと速すぎて、例えば、スピードダウンを持っているシャルンとかと組み合わせるってなると、まあさすがにね、ここまでスピード落とすと弱いんですけど、まあシャルンとかをね、スピードダウン持ってたりとか、あと猛毒付与できたりとかで、結構相性はいいんですけど、ちょっとスピードがネックかなっていうところで、あれなんですが、まあシャルンも結構ありかなと思います。まあ、そういう英雄も考えると、スピード220とか230ぐらいまで落として、で、代わりに命中を上げたりとかした方がいいかな。命中ね、120、150ぐらいあっても全然いいかなっていう気します。異物と合わせて結構上がってくれるので、まあ、それと合わせて強化負荷を絶対に付与するっていう感じの使い方でもいいんじゃないかなと思います。はい。で、今回のもう一人のね、主役、フミル。フミルね、こんな感じなんですけど、まだね、陣形突の猶予があって、これまだ27上がる可能性あるんで、もっとね、命中盛ることもできるので、そうなったらもうほぼほぼ睡眠入るんじゃないかなと。デスティーノとかメイドクロエとかにも付与できる可能性があるフミルっていうことで、結構相性いいんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今回は花園リリカを紹介してきました。おそらく、今この動画を撮ってる時点で12月29日ということで、今年最後の動画になるかなと思いますので、皆さん今年1年、ご視聴いただきましてありがとうございました。また来年もですね、エピック7、今年もいろんなイベントがありましたけれども、来年もですね、いろんなイベントがあるんじゃないかなと、まあ、詳しくは言えませんが、そう思っておりますので、また来年もよろしくお願いしますということで、皆さん良いお年をご視聴ありがとうございました。